おはようございます。安部義俊です。今日は、またちょっと撮影環境の話をしつつ、また習慣化についての話を少しだけしてみようと思います。まず機材の話から、相変わらずシグマの FPL で、今回はニッコールのそのニコンの古いレンズですね。28mm の F3.5 ってやつを、つけてます。H ニッコールオートとかなんかそんなような名称のやつですけど。で、とうとう、まだ一応予備の、マイクはつけてはいますけど、ロードの、マイクを持ってきて、こいつが置き場所に散々苦労したんですけど、今やっとこの、ゴリラポットだっけなんか、うねうね棒を使って、やっと口元に、マイクを持ってくることができて、2メートルのそのケーブルを買って、ちょっとこのケーブルが、ここに絵を描く机があって、絵を描く机のところも与えちゃうんで、毎回つけたり外したりをちょっとしなきゃいけなくなりそうなんで、またちょっと、もっと長いケーブルを買ってきて、部屋の外をぐるっと回すとか何か考えなきゃいけないですけど、とりあえず、今、モニターでそのチェックしている限りでは、そこそこの音量で今、撮れてるんで、大丈夫じゃないかなと思います。そんなわけで、毎日撮影がまだ3日目ぐらいなんです。これで続かなかったらその3日坊主ってことになっちゃいますけど、一応撮れておりますと。で、習慣化について、その手帳の習慣が途切れてしまったんで、それをその復活させるには、みたいなことで、あれこれとその考えていたんですけど、順を追って説明すると、手帳の習慣が一回身についたんだけど、忙しかったり、何か、その、ふっとした弾みで習慣化が途切れてしまったら、もうそれっきりになってしまって。で、今、その、なんとか、やっぱり書き物を毎日してる方が、いろいろと逆に効率が良かったりとか、なんかその、メンタルが安定したりとか、いいことが多いので、なんかちょっとした書き物をする習慣だけは続けていこうと思っていて。で、今までの状況を考えてみたときに、一つはだからその、いろいろとシンプルでなくなってしまっていたってことがあって、こういう手帳を開いた状態で安定させるためのでかいクリップとか、手帳を敷くためのなんか布とか、あるいはだから僕万年筆が好きなんで、万年筆を何本も持ち歩いていたりとかしていくうちに、手帳をちょっと書くためのその段取りが、複雑になってしまったりとか、道具が重たくなっていってしまったりとかしているうちに多分だんだん手帳をちょっと書き物するっていうのに対するそのハードルが上がってきてしまって、そこで途切れてしまったんで、今は、そのクリップとかもこのちっちゃいやつに戻したり、万年筆も余裕があるときはその万年筆を取り出せばいいし、そうじゃないときは、片手ですぐに書き始められる、ボールペンにしてみたりとか。そんな感じで、今、手帳の習慣は復活しつつあります。やらなきゃいけないこと自体は習慣化することによって身についていくとか楽にできるようになっていくんだけど、それはだからめんどくさいとか疲れそうとか何かネガティブな感情をフラットにしてくれるんだけど、同時に楽しいとかそれをやりたいとかっていう気持ちもフラットにしてしまって、テンションを下げちゃうんですね。なので、自分に関しては、だから今のところこれがうまくいってんのは、だから手帳を必ず、例えば仕事場に持ってきたら、カバンから出して、すぐに手の届く場所に絶対に置いておく。あるいはだから開いた状態で置いておくとかね。なんか、そこまでを習慣化して書くこと自体は、習慣化しないと。カメラに関しても仕事場に着いたら、まず、シグマ FP の電源をとりあえず入れてみると。入れると、パソコンのモニターにHDMI でもう繋がってるんで、今ここに、常に映った状態になってるわけですけど、それで、あともうボタン、ここにレリーズがあるんで、この辺座って、ボタンこれを押すだけで撮影が始まると。今、マイクもそれでここに固定できたんで、これが、日常的にちょっと邪魔にならなければいいですけど、これで、少なくとも、撮ろうと思った時に、ほんの数秒で撮り始めることができるよと。で、さらに言うと、今日から、これがだから今日の改めて初めての話というか。で、習慣化自体は、繋いでいくことができて、一個何か自分が毎日必ずやる、ルーチンになってる習慣みたいなものができたら、それに、さらに新しくやりたいことを紐付けていくことができて、例えばだから僕であれば、仕事場に着いたら、手帳を取り出すよっていう習慣が固定してきたら、手帳を出したら、ちょうど手帳を置こうと思ってる場所が、ここのカメラのすぐ下なんで、カメラの電源を入れると。で、それができていくと、例えば、そこで書き物として、今日なんか喋りたいことはないかなみたいなことを手帳に書いてみるとかね。なんかそんなようなことをすると、手帳をカバンから出すっていう、一個の習慣から、書き物をしつつ、カメラでそれをなんか喋ってみることを考えて、で、ちょっと喋るみたいなところまでいくつもの、やりたいと思っている習慣が連続して繋がっていくじゃないですか。そうすると、最初の一個の習慣化ができていくと、残りのやつは自動的にその習慣にくっついていって
くれるんで。多分あんまやりすぎると、またそれ自体が大変な労力になっちゃって、全部まとめて、クラッシュしちゃいそうなんで、その辺はだからバランス大事なんだろうけど、一個確実な習慣ができたら、それに何か継ぎ足していくみたいなのは、いいのかなと思いました。あとはだからその僕で言うところの、もうその手帳に関して言うと、だからその書き物を必ずするだと大変すぎる、時もあるので、手帳をカバンから出して机の上に置く。だったらものすごい簡単じゃないですか。よくウォーキングとか運動の習慣を身につけたいみたいな人がやることが、運動の習慣を毎日やるみたいなことを最初から習慣化しようとすると、大体失敗してしまって、それはなんでかというと、だから大変すぎて、確かだから60何日間かぐらい、週に4日以上そのことを続けていると、なんか習慣化が脳の中で固定していくみたいな、確か論文があったと思うんですけど、なので、例えばだから運動する習慣つけたい人がやるなら、ウォーキングしたいとかジョギングしたいとかだったら、ジョギングシューズを必ず朝起きたら履くとか、スポーツウェアに着替えるとか、絶対にできる、腕立て伏せをやりたいだったら腕立て伏せを1回やるっていうところから習慣化していくと、なんかいいみたいですね。で、そういう、じゃあうちの子供とかにも、なんかもう宿題をやりなみたいなところで、とりあえず本を開くっていうところを習慣にしてみようみたいな話を今ちょっとし始めていて、なんとか習慣化してくれるといいんですけどね。あとは自分で言うと、まあ大体だから怠け者なんで、もう怠けないためのなんか策をいじましいぐらい講じているわけですけど、今だからここ仕事場で仕事の机があって、朝起きた時についだからメールチェックとかを始めてしまうわけですよ。パソコン開いたらブラウザ開いてなんか見ちゃうとかね。その前にまず着いた瞬間から仕事を始めたいので、こう仕事場で一回一日が終わって帰る時に明日やる作業を今だったらだからクリップスタジオを開いて同人誌の漫画の原稿のファイルを開いて書き始めるわけですけど、そこを今帰り際にやってしまって、だから今ここではクリップスタジオが起動してペン入れしなきゃいけないページが開いた状態になって机の目の前にもうタブレットのペンが置いてあるっていう状態になっていて、ここに来て、スリープを解除した瞬間にもうやらなきゃいけない作業がとりあえず画面の中にバッと目に入ってくるみたいな状態にしてあるわけです。まあ、そんなようなことで、何かあんまり効率って言い過ぎるのもあれですけどね、でも自由な時間を作るためにやんなきゃいけないことをできるだけコンパクトにまとめていく必要はあって、なので、今そんなような感じで作業をできるだけ効率よく怠け心が起きる前に、あるいはめんどくさいっていう気持ちが起きる前に、もう作業を始めてしまえるように。で、あと大事なことは、だから作業を始めちゃえば、結局のところ、僕なんか絵が描くの楽しいからやってるんで、なんかこんなめんどくさいことみたいな文脈で話すのもあれですけど、作業も始めるところまでが大変で、結局のところ脳みそが怠け者というか、多分人間の体の中で脳が発達しすぎちゃって、体の中でアンバランスなぐらいエネルギーをめちゃくちゃに消費する臓器なわけですよ。なので脳は何とかして自分の消費カロリーを減らしたいと思っていて、なのでできるだけ怠けたいと思うんだと思うんですよね。なので、さっき言ったみたいに、作業のスタートさえ簡単になれば、脳みそってなんか作業興奮といって、作業を始めてしまえば、始めてる状態を維持し続けるってことは、脳にとってはそんなに苦労はなくて、だから自転車と同じで、漕ぎ始めの、最初のペダルの1回転が重たいんで、スピードに乗っちゃえば、あとは軽い力でペダルって回り続けるじゃないですか。だから脳みそも同じで、作業を始めさえすれば、始めた状態をキープできるんですよね。だからまたうちの子供の話になっちゃうけど、掃除が嫌いで、とにかく片付けないんですよね。僕もそうだから全く、なんていうかな、強く怒れなくて、で、片付けろって言ってるわけで僕のものが散らかってるみたいな状態なんで、あれなんですけど、でもだから子供もでも時々やる気になって、掃除を始めてみると、めちゃくちゃ掃除が、1時間も2時間もずっと掃除をし続けて、片付いたら楽しいみたいになっていて、だからその気持ちを忘れずにみたいなことをいつも言ってますけど、始めちゃえば楽なんですよ。だから始めるっていうところの最初のこの段を乗り越えるところをいかにその最初の階段を低く設定して、これを楽に登りさえすれば、あとはその作業を継続するっていうのは楽なんだっていうのを常に頭に思って、作業するようにしております。ということでした。だから怠け者だから怠けを回避する話いくらでもできるんだ。ということでした。ありがとうございました。ここは、これどっちのチャンネルに統合しよう。やや絵の話だ。ちょっとまた絵の話の方にしてみるか。じゃあここは、阿部義俊画法というチャンネルで、まあ、このような、絵とか、に関する話とか、画材のレビューとか、なんかそんなようなことを、まあ実際になんか書いてみるとか、
そんなようなことをやっております。チャンネル登録、いいねなどしていただけると大変励みになります。同じようなフォーマットでやってるんで、メインのチャンネルとサブのチャンネルともしかすると、あんま区別がついてないかもしれないですけど、メインの方は今、安倍義俊という名前になってるかな。のチャンネルがあって、で、こっちは安倍義俊画報っていう別チャンネルなんで、もし、チャンネル登録してると思ったら、してなかったみたいな方もいると思いますので、やっていただけると、本当に助かります。こっちも、どっちかというと、だからこっちを、しっかりとした、自分の専門分野について話せるチャンネルとして育てていきたいと思ってるんで、メインの方がどっちかというと趣味のことが多いんで、なので、よろしくお願いします。ということでした。ありがとうございました。ではでは。